どうもこけしです。今回も面白いモッドが見つかったんで紹介します。今回はマルフリマスターを紹介します。前からマルフという車はありましたが、やや古くなったんで、アダム PL ゲームズさんにより改良されたものを取り上げます。それでは行きます。大まかな説明ということで、最低ランクと思われる595のイタリア仕様に乗ります。この車はフィアット126にとても似てますが、なんとポーランド製の車らしいです。調べてみると、元ネタのフィアット126も、イタリアだけじゃなく、ポーランドでも作ってたらしいんですが、なんかポーランドのイメージが浮かびません。名前の意味も、ポーランド語の赤ちゃんになってます。ざっくり言うと、この車はフィアット126と、PMGG 内のピッコリーナの介護官といった感じで、PMGG に収録されている、ポートベロ、ピッコリーナよりも、なんか乗り心地が悪い感じがします。一応ピッコリーナ特格。ピッコリーナより若干小さく、軽いですが、見た目はそこまで変わりません。エンジンはピッコリーナが1.1リッター水平対向4気筒で、34馬力、マルフが590をイタリアで、600cc 直列2気筒で、23馬力、普通に走る分にはいいですが、坂とかでも簡単にエンストするでしょう。さらに、エンジンのかけ方も独特で、スターターを2回回す必要があります。内装も若干ピッコリーナよりも、安っぽい感じです。ですが、カスタマイズ性の高さはマルフの方が上でしょう。そうします。足回りもやらせんで、スピンしやすく、安定しません。ブレーキは全てドラムブレーキ、おまけにリアエンジンなので、乗りこなしが難しいです。まあ、どれもほぼ変わらないように見えますが、面倒くさいんで変化のありそうなランクだけ紹介します。まず、600インポート。エンジンも同じ23馬力のエンジンだし、もう何が変わったのかわかりません。次はスペシャル、綴りが英語と違うけど、そんなようなランクです。エンジンがたった2馬力だけ上がり、泥の毛と牽引ピッチがついてます。それ以外はほぼ変化がわかりません。でもなんか走りやすくなった感じがします。続いて、600エクスポート、RHD。右ハンドルのアンテナとリンクバー付きの仕様です。それ以外はやっぱり変わんない。次にカブリオレスポーツ。31馬力のエンジンと、スポーツシート、さらに軽量なボディが先行点。でもそこまで速くはありません。最後にアバルト。マンマベンジスの会社の名前を出してますが、その名の通り、41馬力の 700cc 直列2気筒を搭載したスポーツモデルです。タコメーターも追加されてますが、外装はノーマルモデルとほぼ変わりないので、スポーツカーというより、スリーパーカーのような気がします。次は前のと違って変化があるアフターマーケット仕様、カスタム仕様を見ていきます。まず、いかにもひどそうな、リタイア仕様。ボロボロで、かつてレースとかに出たり、持ち重に愛されていたりしてたのかなと思うと、胸が痛くなります。名前を Google 翻訳で翻訳すると、引退と出たので、レース仕様だった可能性があります。次にミリジェ仕様。ミリジェはポーランド語で陰性という意味らしく、パトカーに似ています。ピッコリーナナブエグアーセンにも、憲兵隊の車があるのと、同じだと思います。続いてアメリカのタクシー仕様。こんな小さな車に3人も、人が乗ってます。この車、なんとダミー君たちを乗せることができるのです。でも、こんな非力な車に推定約 70kg もある人を、3人も乗せるのは、偏見ですが、パワフルな車が好きそうなアメリカ人の方は多分これを嫌うでしょう。というわけで、クラッシュテストのお時間です。ダミー君と言ったらこれしかありません。おう、これはひどい。多分シートベルトをしておりませんな。このようになりました。なんか、傷の手当てをしてるダミー君がいる。まあ、事故には気をつけよう。そして、バイクのハヤブサのエンジンを、積んだ。じゃじゃ馬マシン等もあります。他の構成はご自身の目で、お確かめください。いかがでしたか？こういう古き良きモッドがリマスターされるのは、とても面白いですね。マルフはダウンロード数も上位に、いるほど多いものなので、今後も有力な人たちによって、リマスターされていくといいなと、思いました。てなわけで今回は、ここまで。ご視聴ありがとうございました。Иди нахуй, сука, блядь!